はい、水亀座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーの田原です。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は5月1日から5月20日までの星の流れとタロットリーディングさせていただきます。よろしくお願いします。今回はちょっとこの大きなカードで引いてみたいと思います。あとですね、5月全体のエネルギー解説をした動画は別にありますので、まだご覧になってない方はそちらもぜひご覧になってみてください。よろしくお願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。はい、タワー逆見えますか？すいません、見えなかったらまた画像全部見たい方は私のホームページの方でこの更新の後にホームページの方にアップしておきますので、よかったらそちらでタロットの絵柄ね見てみてください。ワンドのキング、そしてカップナイト、そしてマジシャン、カップ10、ワンドのページですね。はい、そしてカップのページ逆、気をつけることや対策がカップの5の逆とソード3逆とオラクルははい、ワンドの7の逆です。なるほど。前回のその4月末の動画の時に不可能を可能にするみたいな、すごい良かったですよね。どうですか？今何か感じてらっしゃいますか？星の流れで見るとやっぱり4月の末からっていうのは天王星のね好奇心とか突発的なエネルギーっていうのが水亀座さんのもともと持ってるチャレンジする力とか何かを生み出す力っていうところにすごく応援をしてくれてる時なので、やってみようって思えたり実際に行動していくと、それができるからやるとかじゃなくて、できなくてもやってみたらできたっていうことになりやすい流れなわけです。でそれがやはり5月もあります。もちろんで星で見た時にやっぱ5月の19日まではね太陽っていうのが大牛座にあって自分の内側を照らしてるので、自分の今の状態、自分の内側を内側に気づいていくとか見ていくっていうのはとってもいい時ですね。とってもいい時です。特に5月の2日の満月あたりっていうのは外の世界、その時の外の世界を対人でもいいし環境でもいいし、それを見て自分の深いところに気がついていくっていうのもありますし、外の世界を見て自分の恩恵に気がつく、私って自分のいいところに気づくとか自分の能力に気づくっていうこともあると思います。そしてね、やっぱり5月の11日の私が鍵だって言ったその12星座共通のところで言った11日ぐらいが鍵ですねって言ったのは、あれは水亀座さんにとってはやっぱり自分の感覚っていうものがすごく肥やされている時なので、そこを本当に信じてほしいなって思います。なんとなく流れがこうだからこうでっていうサインばっかりに行くというより、自分の感覚として現実を作っていく力がね自分にあるんだっていうことを信じてほしいなって思います。でね、カードで見た時にやっぱ入り口がタワーの逆なわけです。なので何かもしかしたらこれまでとかびっくりみたいなそういうのがあったかもしれませんし、もうダメなんだとかもう無理なんだみたいに思ってることがあったとしてもですよ、でも全然いいんです。その方がその気づき良かったねってことですし、もしかしたら嘘で固めてしまったとか嘘とか見栄とか付き合いとか、そういうその時はそれしか仕方なかったんだけど、そこで作ってしまった自分像だったり何か状況っていうものを壊すチャンスがあったし今もあるって感じもしますし、で今その出来事を、体験している水亀座さんはそれを受け止められるからそれを今体験しているんですって感じがあって、すごく実は表面的にもし何かねショックでしたとか嫌なことがあったとしても、とても力強い水亀座さんの力が現れています。なので本当になんていうのかな、命の火が消えそうとかそういうわけじゃなくて、とかとかもう本当に思うけど、でもその分すごく自分の中の強さっていうものや本当の能力や価値っていうものが同時に表に出てきてる感じがするので素晴らしいなって思います。そしてそこに至るまでに応援してくれた人がいるっていう感じがあります。ここでカップのナイトも出てますし、
自分では自分のことを認められないとかダメだって思っていたとしても、水亀座さんのいいところを見てくれる人がいたんだろうなって思いますし、その人たちからの声かけやなんかサポートがあって、今本当にいい状態でスタートしようとしてるっていう感じがありますね。これとてもいいですよ。マジシャンっていうのは78枚のタロットカードの中の一番最初のカードで、始まるよっていうカードなんですね。始まるよっていう。で、全てのいろんな要素を使って始まるようなんです。一つしかないわけじゃないんですね。いろんな可能性を複合的に合わせて自分の道を作っていくよっていうことです。そしてそれがまたカップの10ということで、なんか大きなお城になっているというか、もう豊かな、本当に良かったねっていう、自分にとっては大成功、虹がかかっている、本当に祝福の状況になるんだなっていうのが出ていますので、おそらく5月なんかとっても楽しいこととか幸せなことがあるんだろうなと思いますよ。そして、その後にですね、でもバンドのページとカップのページっていうのが出ているので、すごくよく言うと謙虚に自分の可能性や一歩ずつじゃあやっていこうっていうものが見えているんだっていう感じです。でちょっと対策として言われているのが、というかオラクルがですね、このワンドの7なんですね。ワンドの7、私から見るとちょっと逆なんですけど、ワンドの7のカードってなんか、そうすごいなんかこのカードはね、厳かな感じがしますけど、基本は状況的にはすごく優位な状況じゃないと。なんか周りがすごく大きく見えたり立派に見えて、自分はなんかちっちゃく見えるみたいな感じがするかもしれませんけど、そう見てるのは自分が自分のことをそう見てるからかもしれないし、自分ちっちゃい人間だと思ってるからかもしれないし、ここからとにかくなんか今からスタートするわけですから、これにまずは自信を持ってくださいって感じがすごくしました。どんな状況であれ、何も揃ってなかったとしても、やろうと思ったことをやるのは本当に素晴らしい。毎日ちょっとだけウォーキングするとかそんなんでもいいし、もしくは自分が早起きするとかでもいいし、もしくはお仕事でもいいし、人に対してこうあろうと思う気持ちでもいいかもしれないし、そういうことを何かやろうってしてると思うんですよ。でそれとってもなんか水亀さんにプラスになろうとなってる気がするし、その上で具体的な何かを一つ作っていくって感じがあるんですね。ページっていうのが出てるので、ページっていうのはまだ子供だったり、可能性として生まれたばっかりの可能性っていう感じのカードなので、ここから育っていくんですけど、実際にもしかして自分がやろうとしてることを先にやってる人たちだったり、先輩だったり先生だったりっていう人はすごく大きく見えるかもしれないので、比べないでくださいねっていうことを言われています。特に対策として言われているところで、やっぱり自分はこれぐらいできると思ったのにできなかったみたいな、そういう自分に対しての残念感というか落胆とか、もしくは自分のことをすごく卑下している、ここでソードの差の逆っていうのが出てるんですけど、ソードの差の逆ってね、本当に自分で自分のハートを刺してるみたいな時によく出てくるカードなので、他者に刺されてるわけじゃないんです。自分で自分を刺すんです。ダメだとか、こんなんじゃみたいな。なのでとにかく他者と比べず、自分のペースで自分の今できることをやってる自分って素晴らしいっていう風に解釈してくださいね。特に近しい人とか家族とか、そういう身近な人からのなんかプレッシャーだったりとかね、家族って本当ありがちですよね、そういうのってね。その言葉に惑わされないでって感じがしました。例えばの話ですけど、ご自身が何かを勇気を持って何かを勉強しようと思ったり、学ぼうと思ってね、なんか専門学校でも何でもいいんですけど、スクールに入ろうかなと思った時に、なんか家族とか近しい人はそれ入ってじゃあどうなるのとか、それ入ったらいつ稼げるようになるのとか、そういうことを聞かれて、いやそういうわけではないみたいなね、それはまだ分かりませんっていうことでなんかシュンってなるけど、ここが全てのスタートなんだから先は分からなくてもいいっていう、そのスタンスの方がいいかなって思いました。でちょっと、お仕事のこと見てみますね。仕事、ソードのエース、カップの7、
ソードの6ということで、お仕事に関してはまだ未知な部分が多いみたいで、でもなんか頑張ってやっていこうみたいな意思はありますし、言っていこうとかやっていこうっていう意思はあり、その意思の情熱の分だけちゃんと進めるっていう感じがあります。はっきりさせたくてもさせれない部分もあるでしょうし、お仕事に関してね、なのでさっきの例で言ったみたいに、例えば何か学ぶっていうことって、それがゆくゆくどのように仕事になるかなんてまだ分かんないわけです、全然。なのでそれは保証があるからやるとかではなく、その時その瞬間の今の自分に自信を持ってやりたいことができてる自分っていうところで安心して輝いていてほしいなと思うんですね。で、仕事ってなった時もやっぱりまだまだこの仕事ってどう成長するかわからない、これはこっちに行くかもしれないです、これはあっちに行くかもしれないしみたいな、ちょっと可能性があるがゆえにどこに焦点を当てればいいんだろうみたいな感じはあるかもしれませんが、どこでもいいです。とにかく情熱を持ったことを、やろうと思ったことを決めたことに関してその分だけ進んでいくっていうふうに言われています。たとえ状況が自分では不利だと思ったとしてもです、いけるっていう感じはあります。では人間関係見てみますね。人間関係ね、はい、ワールドワンドの9、ストレングスということでいいですね。関係性とってもいいです。今やっぱりね、水亀座さん輝いてると思いますよ。いやいやそんなことないですって言うかもしれないけど、本当に自分らしくそこにいてください。自分らしく自分をそこに表に出させることによって、水亀座さんの世界は輝くっていう感じもあるし、分かってくれる人もいる。そしてやっぱり前回に引き続き不可能を可能にする力が今あるって感じがするんですね。でも対人に対してだったら言っても通じるかなとか、その人に受け入れられるかなみたいな、そういう思いってあるかもしれないんですけど、まあね、パートナーシップに関しては本当に今年の後半の方が強いから、それまでもう少し準備したいみたいな気持ちもあるのかもしれませんね。でもとってもいいです。愛情もあるし、チャレンジできる運もあるし、自分の世界を築けるし、パートナー運としては OK って感じですね。また詳しいねラブメッセージに関しては本当にすいません、遅くなってちゃんと取りますので少々お待ちください。ということで最後にもう一枚オラクルカードを引いてみたいと思います。もしこの内容理解できましたとか通じましたよとか、ちょっと気づきになりましたよっていう方はぜひいいねボタンやチャンネル登録やコメントで教えてください。じゃあいきます。どうでしょう、このカードが出ましたけど、なんかね、皆さんもご自身の直感でメッセージ受け取ってくださいね。でもやっぱりちょっと楽観的にいきましょうと。新しいことが始まるし、何か希望を持って進んでいってください、応援してますからみたいな、そういった大天使のカードが出てきましたね。ということでここまでにしておきます。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。